娘の顔。てっちゃんてっちゃん移動した。はいこれはい昨日俺コンビニでめっけて買ったのね。はいね。で見てもらって分かったと思うんだけども、これ名画を見て脳を活性化させる。ね。1日1分見るだけで脳が若返る絵画ドリル。ちょうどいいじゃないですか。これ偉い先生書いてるよこれ。うんね。それでもって要するに絵画を見て頭を働かせるってことでしょ。ということは今俺夢中になってる「ウマ娘」のクイズあるじゃない。パネルを見てどういう馬か当てるやつ。あれだってパネルを見て出されたヒントを頼りにね正解を導き出すわけでしょ。ね。共通してるんじゃない。まあね、ということはボケ防止にいいんじゃないですか。ボケ防止、認知症防止にいいんじゃないかと思って。でおお。俺いくらボケてきてっから俺ねまあね。分かったと思うけどもね、だから勝ったのこれ。そんなの買わなくてもよかったってことでしょ。ウマ娘のクイズだけやってれば。それはそうだけど、いやウマ娘のあのクイズ褒めたかったのよ。共通してるっていうか、だからそういう医学界役に立つんだよってことね。医学界に貢献してんじゃねえかなと。それが言いたかったわけ。いや年取っちゃうと回りくどくなっちゃってごめんね。いやほんでこれで終わりじゃないのよ。いや今日はね私がウマ娘に採用していただきたいサラブレッド5頭を選んで言いたいの。いいじゃないですか。いいでしょ。はい。ね。じゃあ早速まあ順番つけるわけじゃないんだけども、5位はい桜スター王です。だな知ってるドラマチックな馬ですからね。いや悲運の名馬っていうのはそういう感じの好きなのよ。でね皆さんね桜スター王っていうと結構ねデビューした3歳からかな、デビューした時からも期待されてたんだよね。それでね皐月賞とそれから菊花賞を取ったんだよね。そうですね。でダービーはなんか体調不良かなんかでも出なかったんだよね。故障したんですね。故障だっけか。だから皐月賞勝ってそうぶっつけで菊花賞に出て勝ったんです。で勝ったのよ。でねていちゃん覚えてる？実況アナウンサーの褒め言葉。桜スターを菊の季節に桜が満開って言ったんですよね。あれ今でも覚えてるもんね。あれは名台詞ですよ。ほんでねなんで好きになったかっていうとその後の有馬記念一番人気かなんかで言ったんだよね。そうですね。そんでもう調子よく第3コーナー回って最後の直線に向かって残り 200m ぐらいの時だっけ。いや多分第3コーナーぐらいでだっけったと思ったな。あの時はね心臓破裂するぐらいびっくりしたよ。ものすごいスピードで走ってそのままバゲーッと足を骨折して前のものにこうね突っ込んだんだよね。だからほんとね光景があの時の有馬記念実況放送テレビで見てたんだけども強烈なショックになって今のね頭の中にこうよぎるもんね。有馬記念はね、あれですよね、メリーナイス。よく知ってるダービー馬ね。ダービー馬。あれが落馬しちゃったんですよね。じゃあ2つ不運が重なってそうだから印象深い。あれメリーナイスって確かゲート開いた途端に落馬してそんで騎手乗っけないで裸の馬がずーっと走ったんだよね。それもなんとなく思い出した。でねその桜スター王ってその馬これをね馬娘に出してもらいたいんだよね。いいですね、ドラマチックでね。でね今度第4位。第4位はねそうでいろいろあんだけどもなオルフェーブル。いいですね。いなかったよね多分あれだけの名馬。ただクラブの馬ですから、あれノーザンファームの馬ですから個人所有じゃないっていうこと現状では実現はしないんですけど、いいんじゃないですか、オルフェーブル。実現化したらばオルフェーブル入れてほしいね。あれもねすごいからね。だってディープインパクトがいなかったらばね史上最強の名馬って言ったらオルフェーブルじゃない？俺そう思うんだけどね。難しいとこですね。私的にはやっぱり成田ブライアンが強かったな。あれもねただ成田ブライアンはもう馬娘にいますから。いいの？こないだやったじゃないですか、カミリして。そうか。いや年取って忘れっぽくてさシャドウロールの怪物とか言って、オルフェーブルってさ馬はやんちゃなところちょっとのところとそれから真剣に走るとねものすごく強いそういう両面持ってんだよね。だからもういろいろこう思い出あるもんね。なんか一掃しちゃった時ありますよね。
とんでもねえような、あさっての方に走っちゃったのね、ゴール面でね。オルフェーブルが戻ってきたなんてそしね。て戻ってきてまた番組の中に入って改めて2着まで突っ込んでくるんですね。それすごかったな。あれはすごいよね。だからあれに奔走しなかったらばそのまままっすぐ走ったらな10馬身ぐらい差つけたかったんだよ。とんでもないですよね。そうでもない。いや、とんでもないって言ってあれね、いまだにね記憶にあるのは伊崎翔吾っているじゃない、た。はい。競馬評論家みたいですね、あの人本に書いてたんだけども、オルフェーブルが例えば三冠馬になりましたよね、皐月賞とダービー勝って、それで順当に菊花賞にも行って三冠馬になったでしょ、その菊花賞を蹴って凱旋門賞にね3歳の時行けば若干ボバでもハンデもらえるんでしょ。ほんでもう日本で唯一の二冠クラシック二冠馬プラス凱旋門賞馬って勲章を取ったかもしれないって書いてある。確かにね、その可能性大ですよね。あるよね。だってその翌年だっけ凱旋門賞行って、あのまま真面目に走れば優勝したののあの馬ってさ、自分より前に馬がもうねいないと走る気なくするんだって。だから最後の凱旋門賞直線で一旦はもう先頭出たでしょ、前いないでしょ、ほんでもって安心しちゃって、それでまた内側に寄れちゃったんだよね。ほんで抜かれたんだから。2年連続2着ですからね、あれね。でもああいう系と、それにオルフェーブルに関しては馬場の状態なんて関係ないもんね。ですね。確かに深いラフでも何でも全部こなしちゃうでしょ。確かにそういう意味じゃ本当の怪物ですよね。だからね、あと一つディープインパクトとオルフェーブルどっちが強いかって結構ねこう比較した本ってあるんですよ。ほんでね、分かりやすいのは東京競馬場あるでしょ、府中の直線の長い、2400で勝負させたらやっぱりディープだろうって、最後のでやっぱりね末脚が直線で生きるから大きなストライドだけど、中山コースとか阪神とか起伏に富んだああいう最後の直線短いところ、ああいうところだって絶対オルフェーブルだろうって言うんですよ。コーツつけがたい。まあ分かんないですよね、世代の違う馬のね、比較は。だからオルフェーブルだけは俺だけ好きだったな。ちょっと長くなったね。じゃあ今度第3位。第3位はね、やっぱりテンポイントかな。ポイントね。あれ皆さんもよく聞いたことあるでしょ。もう50年ぐらい前の馬なんですけども、僕がもうね大学時代の頃の馬なんだけども、東証ボーイテンポイントグリーングラス TT 時代のね TTG ね、そういうような時代あったって聞いたことあると思うんですよ。でその子の中でもまずは一番最初優等生になったのは東証ボーイでしょ、おそらく。ほんでその一番の優等生の東証ボーイと何回かテンポイントも G1 で争ったんですけど、ずっと負けてたんですよ、東証ボーイにね。だけど東証ボーイが引退する最後の年、テンポイントはまだ現役を続けるという予定だったんだけども、その年に初めて有馬記念で逆転するんですよ。東証ボーイをテンポイントが差し返して優勝する。なんかテーマオペラ王と名将怒涛みたいな関係ですね。そうもうそれ以上の永遠のライバルだったの。もうでもね、そんな能力差ってあんまりないんじゃないかな。僅差で負けてた、ね、で逆転して、それからもうテンポイントのもう黄金時代ですよね。あれ東証ボーイって武豊のお父さん乗ってたんでしたっけ。竹ね、なんとか彦国彦そうですよね。そういういろいろすごいなつながりあるんだよね。ほんで東証ボーイ引退してテンポイントがもう中央競馬のボバではナンバーワンになったでしょ、でそのね翌年の確かねお正月明けのなんだろう日経新春杯じゃなくてそんな感じのG2 のレース、それに出たのよテンポイントね。それと思ってなんかね、それ世界に進出する際のその前哨戦にしたいんだみたいな馬主がね、こんな感じでもって不本意ながらも出たんだか本意で出たんだか分かんないんだけども、その日がねテンポイント 66.5 キロのハンデ背負わされたのね。今じゃありえないですよね。でなおさらその日ねバンバン雪降ってたのよ。もう画面でも雪がバーッと落ちているようなね、そういう状況下でやって、案の定テンポイント3コーナー回った時にやっぱり足ボギーって折っちゃったんですよ。だからあれはねかわいそうなことしたよね。俺ちょうどあの時までテレビ見てたんだから。雪降る中ですか。
ほんでね、普通だったらばあれほどの骨折だったらば、もうすぐにね馬が苦しまってるのかわいそうってことで安楽死処分されるでしょ、ただねテンポイントの場合は全国的にすごく人気あったから、ファンからのその嘆願書みたいなのもあってなんとか治してくれと。それでね異例の方法を取ったんですよ。どういうことかっていうと、ハンモックみたいに体つって、ね、それでもって何人かの獣医がつきっきりで治療に当たったんですけども、それ毎日経過新聞に出るんですよ。今日のテンポイントの経過。あ、そんなに有名だったんだ。うん、買って見てたんだから。でもね、10日目ぐらいで亡くなっちゃうんですよ。あの時は悲しかったよ。あれ確かさっき出てきた桜スターウォーとかもそんな感じですよね。だからね、すぐに安楽死させるケースと、なんとか努力してね復活できるようにね、そういう施すバイトあるんじゃないの。まあかわいそうですよね。ほんでさ、てっちゃんさね、なんで馬ってさ骨折すると安楽死の処分取るか知ってる？すぐ殺しちゃうか知ってる？なんかあれでしょう、片足で立ってると足が腐っちゃうとかなんとか。おお、いい線いってますね。なんか変な病気になっちゃうんですよね。そう、馬って大体500キロ近い体は細い足4本で支えてるでしょ、ですから1本だけでも折れたらば残りの3本でもって何百キロも支えることになるでしょ、そうすると所詮やっぱりね無理がたたって一番最初内臓に負担かかるんだって。内臓が腐ってきちゃうんだって。だからこれは避けられないんだって。だからもう痛い思いをさせてこうね、どっちみちね内臓がもうね腐爛しちゃって助かんないんだったらばね、早く楽にしてやろうということで安楽死処分を取ると本に書いてあったよ。その辺よくわかんないの。かわいそうだったよね。だからこのテンポイントはほんでね、ていちゃんもうこのテンポイントに関してもう一回言わせてくれる？すごく器量がいい馬だったのね。ファンから見ても関係者から見ても綺麗だってこと？かっこいいってこと？かっこいいっていうか綺麗だ、ビューティフル、色男ね。ほんで中央競馬会の歴史の中で、ね、三大美男子っていうか美しい馬ね。そうなんだ。そうなんに入ってるので、皆さんあと2頭分かります？ 1 頭はテンポイント。東海帝王。ピンポーン。やっぱり歩き方は綺麗でしたよ。あんな馬いないですよ。なんで知ってんの？いや見てましたもんだって。あと1頭は分かんないな。鼻筋スーッと入ってね、皆さん知ってると思いますけど、八重の無敵栗毛でやっぱりこうスーッと入ってて、岡部が乗ってた馬ですよね。この3頭がやっぱり八重の無敵。中央競馬会の三大美男子じゃなくて美馬じゃなくてなんていうのかな、意外だな八重の無敵。それを実証するのがこういうことだったのね。まっちゃんがね、あの頃はね大体20歳ぐらいの時かな、学生時代、まっちゃんねその頃茨城県の土浦市に住んでたんですよ。ほんでもって土浦市の駅の前に丸井があったのよ、ね、クレイジーっていうの丸井で、そこでアルバイトやってたのね。でその、丸井の電気売り場でアルバイトやってたんですよ。でアルバイトだから結局は力仕事なんかこう手伝われるんだけどもね、ちょうどね僕がアルバイトやってた年に、まあ夏暑かったんだけどもエアコンの走りの年でもあったのね。ああ、そうなんですか。だからエアコンがほんでゲップだからクレジットで飛ぶように売れたんですよ。で朝から晩までもエアコンの取り付け工事の手伝いでね、皆さん美穂トレーニングセンターって知ってるんでしょ？あ、はいはい。あれ土浦からすぐだから。あ、そうなんだ。今でもあったんだけど、それで美穂に毎日のようにエアコン取り付け行ったのよ。何、競馬関係者のとこに？競馬関係者、それからあとは初代持ってるそういうジョッキーとかいろいろ厩務員とかいるよね。でそこにね毎日行くでしょ。で部屋もちろん入るよね、取り付けるのにね。そうするとほとんどの家で壁にね馬のポスター貼ってあるの。カレンダーとかね。ほんでねみんな同じポスターなんですよ。で頃から俺競馬好きだからテンポイント好きだからすぐもう一目で分かるでしょ。でこれほんでお客さんに「これテンポイントでしょ?」って言うと「なんで分かったんですか?」「いやだって俺はテンポイントのファンです」「でしょ、こんな綺麗な馬いないよね、みんなやっぱりねテンポイントのポスター貼ってるとこ多いよね」って言われて。へえ、そうなんだ。そういうエピソードあるんですよ。はい、じゃあ長くなりました。はい、じゃあ今度第2位かな。いやね皆さんね、日本の中央競馬を語るにはこ
この馬を外せないですね。T ちゃんわかる？50年ぐらい、ちょっと前、50年ぐらい前かな、活躍した馬。初代アイドルホース。ああ、そう言ったらわかりますよ。わかる？見てはいないけど、伝説のはい。ハイセイコ。だって機種が歌まで出してますもんね。知ってんだから俺レコード買ったもんあの頃。あ、そうなの？そうだよ。あの馬ね、オグリキャップとなんとなくこうね、戦歴っていうか似てんだよね。あ、だってあれも地方の馬ですよね。大井競馬かどっかの馬ですね。そう、高円出身ね。はいはで連戦連勝でもって中央競馬の方に入ってきて、最初はクラシックのまあ一応皐月賞、ダービー、それから菊花賞って望むんですけど、その皐月賞の前の前哨戦確か2連勝ぐらいしたんだよね。だから連勝記録は光栄時代から途絶えないで中央入っても勝ったの最初。ね、ほんで皐月賞も勝ったのよ。ほんでダービーで負けちゃったのよ。その大成功を破ったのが竹ホープって島田ジョッキー乗ってたやつで、確かねあれ菊花賞でも竹ホープに負けじゃなかったっけかな。ほんで結局はこの敗成功っていうとその翌年に G2 勝か3勝ぐらいして引退しちゃったんだよね。なんであんなに人気だったんですか？あれ社会現象になったんだよね。だから結局は競馬ファンのみならず一般の人もなんかね、公営から入ってきた馬だっていうことで、あれどんな歌でしたっけ？歌わかります？誰？歌覚えてますよ。あれ主戦ジョッキーの増田が歌ったんだから。さらば敗成功。引退式の前に出したね。歌ってみてください。誰のために走るのか、なんとかかんとか走るのかってそんな感じなんだ。それがね結構いいんですよ。猪俣公章作曲だからね、これね。ほんでね結構グッズなんかも出して売れたと思うよ。その頃からグッズなんて売ってたの？白いめんこかぶってたのよ。確か俺実際買ったわけじゃないんだけども、なんか本人のなんかそういうふうに書いてあったよね。あ、そうなんだ。だからもう初代アイドルホース敗成。これ2位だねやっぱりね。1位はね、いやー、てぃちゃん俺これは絶対外せないね。なんですか1位？これはね感激感動した馬だもんね。俺ねこの年になってね、まあ60今9歳なんだけども、涙腺が緩んでまあいたってこともあんまりないんだけどもね、今から言うこの馬のレース、あるレースを見た時に本当涙止まんなかった。その馬は皆さん意外かもしれませんけども、ビクトワール・ピダです。ビクトワール・ピサね。あ、そうちょっとね東北なまりだからビクトワール・ピダね。ピサね。あ、ピサね。これだよ。わかりましたよ。この辺の人あるあるでしょう。ね、絶対わかるよね。なんでかっていうと、これね、東日本大震災ね、3.11あったでしょ。もう10年前ですね。10年前ね。で、ね、まっちゃんも浪江に住んでましたから、もろに強制避難を食らった人間ですから、震災の時にね。ほんでね、もうあの時は思い出すとはもうね、本当に苦しかったんだけど、もう家から職からね、仕事からね、全てなくして、でもって震災の翌日に内閣からのね、強制避難のね、スピーカー通して町の広報で避難したわけですよ。気の身気のまま何も持たないでね。まあ何も持たないでっつったってうちの中ぐっちゃぐっちゃだから持ち出せないけどね、車でね。それでね、確か3月の末、避難所の片隅に置いてあったテレビで確か見たんですよね。だって自宅戻れないから、ね、で競馬好きだったからね、でちょうどねドバイワールドカップかな、そうですね、世界最高峰のレース、でもうどさくさでしたからね、もうね新聞なんかも買えないし予想なんかもできないし、出る馬なんかもよくわからなかった。ただ日本の馬が2頭出てるっていうのはビクトワール・ピサとトランセントだったかな、ね。あれ確かブエナビスタも出てましたよ。あ、そう、そこまで俺覚えてなかったけど。多分ね。あ、そう。ほんで結末すごかったもんね。2頭の結末ばっかりに目いっちゃってね、ブエナビスタは忘れちゃってる。そ
そんでもってその背景にね、みんな意気消沈っていうかもうどん底だったでしょ。そうですね。もう何に救いを求めていいか分かんないって、将来真っ暗と、ね。ほんでただこう呆然とこうテレビ見るような感じで見てたんですよね。で日本馬同士の叩き合いになるんですよ。あれ覚えてますけど、うん、ビクトワール・ピサって最初最高峰の方走ってて、もう途中からまくってってほとんど先頭に並びかけてって形だったんでね、そうだよね。す後ろを向いたんだよね。うんでそのビクトワール・ピサだけじゃなくてトランセンドも一緒になって出てくんだよね。まあトランセンダー逃げ馬ですからね。ほんで最後の最後までさ、ほんで他の有力馬、各国の有力馬が迫ってくるでね、それでも抜かせないでもう2頭のマッチですね。だから2頭はやはりね意気消沈してるっていうか、この日本の事情を知ってもう実力以上のもの根性を出して走ったんじゃない。歯むき出しにしてさ、耳は完全に寝かしてさ、ものすごい形相でマッチレースだもんね。ほんで他の外国馬がまた接近してくんで抜かれそうなんだけど抜かせないんだよね。俺ああいうレース初めて見たもん。ほんでワンツーでフィニッシュするんだよね。あん時にねもう目から涙ダーッと出たもんね。まあその後のね泣きながらインタビュー受けたデムーロがまた良かったですよね。あんな感動を俺競馬で初めて味わったもんね。皆さんこうねイメージしてね、こうね脳裏に焼き付けてこうね目をつぶってこうね考えてみてください。日本馬同士でね世界最高峰のレース、それもあれだけの災難、東日本大震災があって世の中真っ暗ね、もうみんな呆然としてる時にマッチレスですよね。それも抜かせないで、抜かれそうで抜かせないんだよね。あれ根性なんだよね。もう日本のために日本のためにともろに涙出たもんね。だからもう一生忘れないでしょうね、あのレースはね。これが1位です。どうですか皆さん、ちょっと抹茶の選び方っていうのはちょっと理解できないとこあったかなでもねこれ最後にね言いたいんですけどもね、これも本で読みました。ある調教師が言ってましたね。強い馬を作る秘訣は何ですかってなんかねその調教師聞かれたらしいんですよ。でその答えがね、やはり理にかなった調教ももちろん必要だけど、なんてったって人間の愛情だよ、取り巻く人間の愛情だよって言ったのがほんとこうね頭に残ってるんですよ。いい言葉ですよね。ね、まっちゃんでした。長々とご清聴ありがとうございました。皆さんね、今日はオチはないんですけれども、いいお知らせがあるんですよ。ね、お知らせ。ね、それはですね、今、まっちゃんが住んでるこの町の隣町に南相馬市ってあるんですね。そこで、毎年の恒例行事になってるんですけれども、7月の末、土曜か日曜日かな。ね、相馬野馬追っていう、これね、国の指定無形文化財にもなってるんですけれども、どういうことかというと、鎧武者が馬に乗ってね、そういう騎馬400件ぐらい集まって大戦国絵巻をこうね繰り広げるんですよ。そういうすごいのがあるんですよね。それでね今年は去年と同じようにコロナの影響もありまして無観客で行われるんですけれども、来年はねもし現地でこう見られるようなことがあれば皆さんもぜひお越しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まっちゃんでした。あれはね馬好きの人は本当感動すると思うから見てもらいたいですよね、一度ね。いや本当、なんか角川映画昔の時代劇見てるみたいだもんね。いや本当行列見てるだけでもすごいですよ。すごいもんね、そういうことなんですね。皆さん期待してね来年お越しいただける場合はお越しください。まっちゃんでした。